コロナ禍。医療現場の逼迫が叫ばれる中、医療の最前線で戦う男性がいます。彼の名は伏見幸弘。SFC 看護医療学部を卒業した35歳。彼は日本にたった40人ほどしかいない専門職に男性で初めてなった開拓者でもあるのです。今は、慶應義塾大学病院で看護師兼、チャイルドライフスペシャリストという専門性を持って働いています。チャイルドライフスペシャリストというのは子どもに医療現場で向き合う職業です。日本では、40人から50人ぐらい今いるんですけれども、男性では僕が日本では初めてで、慶應病院でも、僕一人がチャイルドライフスペシャリストで働いています。チャイルドライフスペシャリストっていうのはアメリカでいう国家資格みたいなものです。ただ、その資格を取得できるのはアメリカだけで、まだ日本にはそのプログラムはありません。僕の場合は8年間看護師として働いた後に1回退職をしてアメリカに単身渡米をして4年間かけて資格を取って戻ってきました。日本ではまだまだ馴染みのないチャイルドライフスペシャリストという職業。その仕事内容をもう少しだけ詳しく教えてもらいましょう。向き合う、お子さん子供は、2パターンありまして、1つ目は子供自身が病気の時、小児科にいる幹事が対象になります。2つ目が親が病気だった時の子供のケアになります。その場合、お父さんお母さんがなんで病気になっちゃったのか、その病気って何なのか、治療ってどういうものがあるのか、あるいはその治療がもし効かなくなってきて病気が強くなってきた時に病気が治らないだとか、お父さんお母さんがもう体が耐えられなくて死んでしまうっていうようなことを子供の理解に合わせて伝えていく、そんな役割です。子供は大人みたいに普通の言葉で理解できなかったりする分、遊びだったりお人形だったり紙芝居だったり、そういうものを通して説明して心のサポートもしていく、そんなことがチャイルドライフスペシャリストの役割だというふうに思っています。伏見さんは特に親ががんなどの重大な病気を患っている子どものケアに強いモチベーションを感じているといいます。親が病気を患った時、子どもたちはどのような悩みを抱えてしまうのでしょうか。例えば、お父さんお母さんが抗がん剤治療を行っている時にやっぱり副作用として体がだるかったり吐き気だったり強くなってくる。そんな時にいつも遊んでくれたお父さんお母さんが急に遊んでくれなくなっちゃった、自分のことを嫌いになっちゃったんじゃないかっていうふうに誤解してしまう子どももいます。それから治療の副作用で髪の毛が抜けちゃったりした場合にしっかり説明をしていないと急にお母さんお父さんの容姿が変わってしまったっていうことにショックを受けるお子様もいます。それから子どもの中には親とか病気が僕のせいでお父さんお母さんがなってしまったんじゃないかっていうふうに勘違いをして自分に罪悪感を持ったり自分を責めてしまう自責の念を抱えてしまうことがあるので、そういう一つ一つの子どもの疑問に対処して心のサポートをしていっています。慶応病院では2014年にがんの親を持つ子どもをサポートするプログラムスキップを立ち上げ、子どもたちが病院を怖いところと感じないように院内を探検するキッズ探検隊を開催するなど、さまざまな工夫を凝らしてきました。スキップを立ち上げた近藤咲子市長にお話を伺いました。骨髄の移植をする学会に所属をしていて、そこで移植を受ける患者さんを本当に多数見てきた。移植をするっていうことは非常に感染に留意しなくちゃいけないということで、子どもとの面会とかそういうことは全くできない状況だったんですね。それで私たちはそこにもあまり気を配ることもできなくて、とにかく患者さんの命を守るという移植を成功させるということだけに周知していて、で子どものことは全く置き去りにしてたっていうのが現状でした。でその時に移植がせっかく終わって帰っても子どもが登校拒否になったとか、自分のそばを離れなくなったとか、そういうお母さんの声を聞くようになって、もしかしたら子どもたちにもっと関わる必要があったんじゃないかっていうことをその時から感じていました。近藤市長ら先輩たちの苦い経験から、伏見さんのような専門職の必要性に目が向けられるようになったそうですが、男性初のチャイルドライフスペシャリストになるまでは
簡単な道のりではなかったといいます。例えば、保母さんだったりっていうのも、やっぱ女性がこう結構メインにやる職業だったりするので女性が多い。あるいは看護師だって、今では男が増えてますけど、昔まで看護婦って言われたように、女性がメインの、職業でした。だから、チャイルドライフスペシャリストもやっぱりこう女性がどうしても多くなっている。ただでも仕事に関して男女のジェンダーの違いはないっていうふうに感じていて、男性でも女性でも、役割を果たせるっていうような思いがあって、そこに飛び込みました。新しいことをするっていうのってやっぱ怖いし、僕なんかやっぱこう人を後ろ指を支えているような気持ちにもなっちゃいますし、留学をする時なんかはお前なんかにできないよっていうようなメッセージも何個か受けたりもしたんです。ただでも実際に渡米してみて本当にできないことばっかりで失敗続きだったんですけども、そんな中でやっぱ失敗ってやっぱ2種類あるなっていうふうに思っていて、一つはこう全力でやった後の失敗と、あとはそうでない時の失敗で、そうでない時の失敗っていうのはやっぱりどっかで言い訳をしちゃうし、こう人のせいにする、環境のせいにしたりするんですけども、そうじゃなくて、全力でやった後の失敗っていうのはもちろん悔しいし、こうできれば失敗はしたくないんですけど、なんかちょっと気持ちよさもあって、失敗自体をこう失敗と捉えないというか、成功の途中として捉えるように結構なってきたかなっていうふうに思います。誰も歩いたことのない道を歩く。大きな勇気と努力で医療現場のイノベーターとなった伏見さん。学生時代はどんな SFC ライフを過ごしていたのでしょうか。大学時代は、僕はもう本当に高校時代もずっとバスケットボールに夢中で、今もバスケットボールが大好きなんですけども、そのバスケットボールサークルに、ケージャーズというサークルに入っていたので、もちろん看護医療学部は鴨池川とは別なんですけども、もう週の半分以上は鴨池川に行っていろんな面白い人たちと会話をすることを楽しんでいました。秋祭で開催された SFC キング&クイーンコンテストで優勝するなど、まさに SFC らしい行動力と好奇心に満ちた伏見さんは SFC 愛、湘南大愛を今も強く持っています。湘南大はもう本当に大好きで、バスケットのサークルだったらある程度こうちょっと体育会なノリでこう、例えばトンサイとかに行ったりして、トンサイってこうカルテットっていうもうすごい大盛りなのがこう結構名物だったりするので、それを何分以内に食うかみたいな、そんなこうちょっとアホなことばっかりしてました。でも今振り返ると人生の中でもその時間が一番こう大事だったなっていうふうに本当に思います。それはやっぱり SFC 生同士のつながりっていうのはとても刺激的でものすごい大事で、卒業した後にも続いてほしいなっていうふうに思ってるんです。もちろん今でもつながってる SFC の友達はいるんですけれども、卒業した後にまたこう知り合えるっていう機会もぜひ必要かなっていうふうに思います。特に看護っていうのは医療の分野っていうのはどうしてもこう少し閉鎖的なところもあるので、そうではなくて医療の現場を飛び出してこう社会の他の全く違う分野働いている方と、接することっていうのはとても刺激になるっていうふうに思います。SFC の皆さん、毎日楽しく